皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ第5回始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している人のためのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。YouTube の他にポッドキャストや Amazon Music などでも聞くことができます。ぜひお好きなプラットフォームから聞いてみてください。YouTube の方は日本語の字幕と外国語の翻訳がつきます。字を見ながら音声を聞きたい方はぜひ YouTube の方から動画を見てみてください。はい、それでは早速始めましょう。まずは今日のお茶とお菓子を紹介します。まず飲み物の方はこちらのバシャコーヒーです。バシャコーヒーはマラケシュ発祥のコーヒーブランドです。こちらは私の家族がマレーシアへ行った時に空港で買ってきてくれました。ホームページを見てみたらどうも世界で一番店舗が多いのはシンガポールだそうですね。シンガポールにはたくさん店舗があります。そして発祥の地であるマラケシュには1店舗しかないそうです。本店がマラケシュにあるそうです。そして日本には店舗がまだないんです。でもそのホームページの情報によると2025年に銀座に日本第1号店がオープンするそうです。オープンしたらぜひ行ってみたいです。今はそのコーヒーをここに入れました。そしてお菓子の方はこちらの熊本くまモンのフィナンシェです。あれは熊本のお土産です。くまモンって皆さん知ってますか？この熊のキャラクターくまモンと言います。くまモンは熊本県のキャラクターでゆるキャラとしてもとても人気があります。ゆるキャラというのはちょっと可愛らしい表情だったりとか、それを見た時に癒されるような感じ、ゆるい感じ、そういう雰囲気を持っているキャラクターのことです。それをゆるキャラと言います。ゆるキャラはね、本当にたくさんの種類があって、実はゆるキャラグランプリというそういうね、投票して誰が1位か決めるっていうそういうイベントも頻繁に行われています。そのゆるキャラグランプリの2011年第1回の大会で優勝したのがくまモンです。それで結構全国的に知名度が上がったというのもありますね。私もその時にくまモンを初めて知ったと思います。その熊本のフィナンシェです。中はねこのように小分けになっていて、この袋の中にくまモンの形をしたフィナンシェが入ってます。なんかちょっと眠そうなくまモンかわいいですよね。ちょっと開けてみましょう。はい中もやっぱりこのクマの形になってますね。くまモンの形です。かわいいはい、そのようなフィナンシェ、熊本のフィナンシェと、そして、マラケシュのバシャコーヒーをいただきます。すごい芳醇なこのバターとミルクの香りがします。美味しい。そしてコーヒーもとっても美味しいです。バシャコーヒーはいろいろなね世界各地のコーヒーとか、あとフレーバーコーヒーなんかも販売されています。本当来年ね銀座で店舗ができるっていうことなのですごく楽しみです。オープンしたらねぜひ遊びに行ってみたいなと思います。きっと店内もきらびやかでこう華やかで豪華な感じなんでしょうね。はい、それでは早速今日のあれこれラジオの話を始めましょう。今日のテーマは日本語を学んでよかったことです。私のチャンネルを見てくださっている方は日本語を勉強している、またはこれから勉強したいと思っている方がほとんどだと思います。皆さんが日本語を学んでよかったと思うこと、また日本語を学んでいて楽しいなと思ったこと、そういったことを事前にアンケートしました。いくつかね皆さんから回答をもらったので、それを皆さんに
ご紹介したいと思います。日本語に限らず外国語を勉強している方は多いと思います。世界中にたくさんいますよね。私も学生時代は学校で英語、そして大学に入ってからは自分で選択して中国語を学びました。そうやって外国語を学んだことで良かったなと思う瞬間とか楽しいなと思うことはたくさんあります。またそういった喜びとか楽しみが勉強をするモチベーションになりますね。勉強をすることの動機、大きなきっかけになります。なので今日は他のフォロワーの皆さんが良かった、楽しかったと思うそういった経験をシェアして皆さんが日本語を学ぶ動機につなげられたらいいなと思っています。やっぱり何をするにしても辛くて苦しくて一人で大変でっていうのはちょっと嫌ですよね。私はあんまりそういうのは好きじゃないんです。なのでなるべく楽しくて面白くてそしていい経験ができるっていう未来が見えるようなそういう明るい雰囲気で学んでほしいなって思っています。今回ね YouTube と Instagram の両方で募集しました。まずは YouTube の方に投稿してもらったコメントを紹介します。最初はエプソンゼン12773さん、ありがとうございます。日本を旅行した時に現地の生活にもっと近づいて買い物をしたり食べたり飲んだりまた何の支障もなくスムーズに交流が楽しめるように日本語を勉強しています。私は6年前に沖縄のチュラ教会で結婚式を挙げました。台湾に戻ってから日本語を勉強し始めました。今年は沖縄に4回、東京に1回行きました。毎回自分の日本語が進歩していることが感じられてすごく嬉しいです。はい。こうやって旅行に来た時に日本語が使えるっていうのも楽しみの一つですよね。日本もいろいろね広いですので東京、大阪のように英語が話せる店員さんがたくさんいるような街だけではありませんね。そういうところで遊びたいと思った時にやっぱり日本語ができた方が便利ですね。現地の人と交流をすることで楽しみも生まれますよね。そういったのは本当に旅行の醍醐味だなと思います。旅行の素晴らしい、楽しい、いいところですよね。今はスマートフォンとかそういった専用の翻訳機器などで店員さんと自分の母国語で交流することもできますが、でもやっぱりそういった機器を持ってない現地の店員さんとか、たまたま隣同士に居合わせた日本人のお客さんとかそういった方とカジュアルに会話をしたいとき、もし日本語ができたらもっともっといい経験になりますよね。旅行の思い出を振り返った時にあの時あそこの店で日本語で交流をしたなとか日本語でたくさん挨拶をしたなとか振り返ってみた時に何か旅行のねすごくいい思い出になるんじゃないかなと思います。やっぱり旅行をする時にね何を買ったとか何を見たとか何の写真を撮ったとかそういったことももちろん重要で楽しいですけど、私は個人的にはやっぱり現地の人と話をするっていうのがすごく楽しいですね。なのでそういう旅行地に行った時にもしその言語ができたならなるべくその言語を使って話したいと思っています。皆さんの場合は日本語を学んでいるわけですから、もしね機会があって日本を旅行するなら、ぜひ自信がなくても大丈夫、勇気を持ってね、一言二言店員さんと交流してみるとすごく楽しいいい思い出になると思います。はい、エプソンゼン1277さん、コメントありがとうございます。ぜひまたたくさん日本で遊んでください。それからまた一人、ゆたか8057さんからいただいたコメントです。
台湾の出版社が取り扱っていない漫画を読んで理解ができる。はい。自分の国の出版社が扱ってないものを原文で読めるっていうのは大きなメリットですよね。特にこういった作品を見るのが好きな方、例えば漫画、アニメ、ドラマ、映画、本、小説とかもそうですね。雑誌とか音楽とか、例えば日本で出版されている本の中で外国語に翻訳されているものって本当に一部だけですよね。なので自分で選んだわけではなく、その国の出版社が選んだものから選ぶしかないですよね。その範囲が、選べる範囲がすごく狭くなってしまいますね。でももし日本語ができたら、日本で発表されているものは全部自分の選択の範囲になりますね。なのでそうやって情報を得る範囲が広がるっていうのも、日本語を勉強する大きなメリット、大きな楽しみの一つですね。それは私も同意します。私もそう思います。はい、ありがとうございます。ゆたか8057さんは最近どんな漫画を読んだんでしょうか？ぜひまた教えてください。それから、HPPYYL7XN さん、ありがとうございます。ライブに行った時に MC が聞き取れる。はい、これも大きいですよね。自分が好きな歌手のライブに行って、歌は CD でもうすでに予習しているので、歌の歌詞はね、わかると思うんです。一緒に歌ったりして楽しむことができます。でも、MC の時、MC というのは途中でちょっと休憩のように、歌手の方がお客さんと一緒に話をしたり、何か面白いエピソードを語ったりっていう、そういう話す時間ですね。それ話す時間があると思うんですが、そこの部分は予習ができないですよね。もう本当にその場でその歌手の方が話していることを聞いて分からなければ難しい。そしてそのライブの DVD とかが発売されればいいですけど、発売されなかったら本当にその場で聞いたその言葉しかないですから、それを聞いてわかるっていうのは本当に嬉しいことだと思います。ちなみにこの方はどの歌手のファンなんでしょうか？それからインスタグラムでもね、似たようなコメントをくれた方がいますね。イクラッシュ99さんです。好きなアイドルとお互いに交流ができて、より多くのイベントに参加できるです。はい、この交流できるっていうのはやっぱり大きいですよね。特に自分が好きなアイドルとか自分が好きな歌手とか芸能人と例えば直接ねファンミーティングとかで話ができるっていうのも楽しいし、また何かオンラインライブとかでインスタライブとか YouTube ライブとかそうやってライブをしている時に日本語でコメントを書けばそれを読んでもらえる可能性がすごく高くなるので、やっぱり日本語を勉強してるとそういうイベントとかもね参加しやすくなるし、より楽しいですよね。はい、ありがとうございます。それから仕事関連でもコメントをいくつかもらってます。まずはこちらは YouTube の方にコメントしてくれた方ですが、もともとは工場機器が全部日本製だったので、そのために勉強をしていました。今は自分の趣味とか他の知識を得るために勉強していますというコメントです。はい、なのでもともとは仕事で必要でっていう方ですね。この仕事で必要だから日本語を勉強するっていう方も多いと思います。お客さんが日本人とか、扱っている製品が日本の製品とか、また輸入をしている仕事だったら、その輸入した商品の説明書が全部日本語だから、それを中国語とか英語とかに翻訳しなければならないとか、そういった仕事上の必要があって勉強するっていう方も結構たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。
それも一つの、いいところですよね。仕事で活かせるっていうね。はい、またインスタでも同じようにね、仕事関連で、より良い仕事ができて生活できるっていうふうに書いてくれてる方もいますね。この方は、ドウジン NNN さんですね。はい、なので仕事で活かせるっていうのもメリットの一つだと思います。さっきね、何か漫画とかそういった日本の作品を自由に選べるっていう選択の幅が広がるっていう話をしましたけど、仕事も同じですよね。仕事の選択の幅もやっぱり広がると思います。もちろん日本語ができれば日本関連の仕事ができますし、英語ができれば英語関連の、また英語を話す国の会社に就職するっていうこともできるだろうし、そういったね、選択の幅が広がるっていうのは本当に大きなメリット、大きな喜びだと思います。そしてあとは、こういったコメントをくれた方もいます。シャマレンさん。英語以外は日本語がアジアで一番よく見つける外国語です。はい。アジアで、もちろん中国語は話している人がすごく多い言語なんですが、中国語の次にと言ったら、確かに日本語はね、人口から見ても話している人がすごく多い言語ではありますね。このアジアでは日本語を勉強している人が確かにすごく多いので、他の国へ行った時、タイへ行った時、マレーシアへ行った時、また中国へ行った時、韓国へ行った時に日本語が話せる人がもしそこにいたら、その人たちと日本語で交流ができるっていうのもちょっと面白い体験だと思います。実際私もちょっと似たような経験があって、以前イタリアへ旅行に行った時に、そこのホテルのスタッフの方が中国系の方で、私はイタリア語は全然できないんですが、中国語はできるので、そのホテルのスタッフの方と中国語で話をして交流をしたっていう経験があります。その時に中国語ができてよかったなと思いました。情報がね得られて便利だったっていうのもあるし、あとはその現地のスタッフの方と交流ができたっていうのもすごく嬉しかったです。楽しい思い出ですね。なので、日本語を話す場所は必ずしも日本だけではないですね。もしかしたら海外の他の国でも使えるチャンスがあるかもしれません。はい、そういうのも面白いですよね。ありがとうございます。このシェンマレさんはよく私の YouTube ライブに来てくれてる方ですね。ありがとうございます。ぜひこれからも日本語をねたくさん学んで楽しい経験を増やしていってほしいです。皆さんは日本語を学んでいてどんな楽しい経験をしましたか？皆さんの楽しかった経験とか面白かった話とか、また役に立ったっていうことがあればぜひコメントで教えてください。これから日本語を学ぶ方、また今ちょっと日本語の勉強で苦労しているっていう方の励みになるんじゃないかなと思います。はい、それでは本日のあれこれラジオはここで終わります。また次の回でお会いしましょう。バイバイ。